皆さんこんにちは、内田修です。今日はですね、今までで一番皆さんに聞かれてきた質問第1位に答えていきたいと思うんですけれども、それがどうやってオーストラリアから日本に来て声優さんになれたんですかみたいな、そういう質問を結構多くいただくことがあって、どうやって私がオーストラリアから日本に来てこの仕事をやれてるのかっていうのをお話ししていこうと思いますだけど正直自分の話をするのってちょっと恥ずかしいなって思ってるので、別に聞きたくないなって方はチャンネル登録といいねだけして閉じてもらえたら嬉しいですなんかすごい恥ずかしいです。じゃあまずなんで声優さんに憧れたかっていうのがまず初めに来ると思うんですけど、もともとアニメとかには興味あって子供の頃からずっとオーストラリアにいたんですけど、お母さんの希望で日本の小学校も体験してほしいっていうので、お母さんの実家のところの小学校に体験入学っていう形で1ヶ月ぐらいかな、日本の小学校に体験入学させていただく機会があって、1ヶ月間日本の小学校の生活みたいなのをさせてもらってたんですけど、でそこで当時流行ってたプロフィール帳っていうのを知ってるかな、みんな同じ世代だったらもしかしたら知ってると思うんですけど、なんか名前とか誕生日とか血液型とか、あとはその好きなもの嫌いなものとかっていうのがあって、でその中の一覧に将来の夢っていうところがあって書き込むところで、当時そんなに何になりたいかとか全然決まってなくて、ちょっと興味あったその声優っていう仕事をもらった子たちのこのあれにこうやって書いてったんですよ。で1ヶ月ぐらい体験入学してオーストラリアに帰る時が来ました。その学校の最終日とかってあるじゃないですか。でその時にクラスメイトとかあと友達とかにめちゃくちゃなんか「せいやさん頑張ってね」って応援されて、なんかそれがすごく嬉しくて、ちゃんと調べたいなって思ってオーストラリアに帰ってきてからどんどんアニメにハマってったりとか、あとはその声優さんっていう職業についてもちゃんと調べたりとかっていうのをしてって、どんどんのめり込んでったっていう感じではあるんですけど、声優さんいいなってなってなりたいってなってたんですけど、その頃にね、自分の親にこういうなんか声優っていう仕事があってそういうのをしたいんですよねっていう話をしたんですけど、すごい反対されて、そりゃそうなんですけど、そりゃね、反対されるのは当然のことだと思うんですけど、なんですごい反対されたかっていうと、私小学校から中学3年生ぐらいまでオーストラリアでいう土曜日学校っていうのに通っていて、毎週土曜日に学校に行くんですけど、9時から12時ぐらいだったかな、それぐらいまで日本の国語を勉強するっていうのがあるんですよ。だから私の場合は土曜日学校っていうので土曜日にその学校に行って日本の教科書とか国語ドリルとかを使って日本語を勉強しましょうっていうのをやってたんですけど、そこで受けるテストとか、小テストも含めなんですけど全部赤点だったんですよ。本当に100点中10点とか。当時日本語を勉強することにあまり興味がないっていうか、もう英語の授業でいっぱいいっぱいなのに、なんで日本語もプラスで勉強しないといけないんだってなってて、でしかも日本語って難しいじゃないですか。だからなんでこんな難しい言語を勉強しないといけないんだってなってて、でそれをお母さん知ってたんで、だから日本語のテストでも赤点取ってるのに声優さんなんて台本読まないといけないし、作品とかも読めるようにならないといけないし、そんなんじゃなれないよってなって、ですごい怒られたっていうのもあるし、すごい反対されたっていうのもあるし、だからその日本語で表現をする云々よりも先にそもそも日本語がダメだったんですね。ですごい反対されたわけなんですけれども、日本語もだいぶ片言で、今もう日本に来て10年近く経ってますけど、もう本当にね、海外の人が日本語喋ってますよみたいな感じの日本語だったんですよ。だからありがとう、もうなんかありがとうみたいな、そういう感じの喋り方だったから、多分余計それでお母さんもこれじゃ声優さんになれないって思ったんでしょうね。だからすごい反対する理由もすごい理解できるし、そもそもオーストラリアに住んでいるっていうのもあって、実家が別に東京にあるわけでもないのにね、わざわざ東京に行って声優さん目指すっていうのがわからないっていうのもすごく今となってはすごい理解できるんですけど、当時の私はもうなんかその怒られたことがきっかけでなんか余計火がついちゃって、でそこからすごい日本語を猛勉強するようになって、これ私のメモですね。経緯をねどう話そうかっていうメモですね。
なんですけど、そこから日本語の猛勉強が始まるわけなんですけど、中学生ぐらいからかな、古本屋とかに行って国語ドリルを買ったりとか、あとは漢検のドリルとかが売ってたんですけど、それを買い漁って頑張ってこうやって解いたりとか、あとはもう絶対効率悪いやんって思うんですけど、国語辞典紙の分厚いやつを1ページ目から全部覚えようとしてたんりとかそういうことをしてたんですけど、でも、すぐにね効率悪いって気づいてそれはやめたんですけど、そういうね日本語をとにかく土曜日学校以外で日本語に触れないとって思って、それこそ何かを見るにしても日本語の字幕がついてるなら日本語で見て日本語の字幕をつけてみるとか、そういうのやってたし、あともうわからないものがあったら、単語とかあったらすぐ聞くとか、すぐ辞典で調べるとか。だから私誕生日プレゼントに電子辞書を買ってもらったんですよ。であっちで日本の電子辞書買うのって結構高くて、売ってたのかな、日本で買ったのかあっちで買ったのか覚えてないんですけど、でも自分で買える金額でもないし当時はね、だから誕生日プレゼントに電子辞書を買ってもらって、もうずっとカバンの中に永遠に入ってて、分かんなかったらもう全部調べるとか、そういうのをしてました。懐かしいな。なんかすごいベラベラ喋ってるんですけど、こんな感じで大丈夫なのかな。どうだろうあと何やってたかなあ、そうだ、あとは高校生になってからは、高校のオーストラリアって選択科目制で、高校生ぐらいから徐々に自分がやりたい科目を選べるんですけど、もう必ず日本語を入れて、そもそも、日本語もいろんなレベルに分けられてて、ビギナー、インターミディエットっていう中間ぐらいのと、アドバンスっていう上のやつと、あともっと上があったんですよ。なんだっけな、名前忘れちゃったんだけど、ネイティブかなんかそういうので、もともとアドバンスのクラスに入れられてたんですけど、納得いかん、一番上のクラスがいいってだだこねて、当時の上の先生方に直談判しに行って一番上のクラスにしてもらったんですけど、それも先生に反対されて、1回はね。でなんでかっていうと、そのクラスってもともと高校生ぐらいまで日本に住んでて、もうずっと日本の授業を受けてた人たちが受けるクラスだから、もう当時の私みたいなちょっと片言で漢字もあんまりちゃんと読めないみたいな人が入るクラスではないって言われて、いやでもいいです、入りたいですって言って、無理やり入れてもらったりとかしてましたね。でも最終的に卒業する時に最優秀賞みたいなのを受賞してたらしいんですよ、日本語の。これ10年ぐらい経って最近友達から聞いたんですけど、日本語の一番頑張りましたとか、一番成績が良かったですっていうので最優秀賞みたいなのを受賞してたらしいんですけど、私そういう授賞式で受賞すると思ってなかったし、そういう授賞式に出るならバイトして養成所のためのお金貯めたいって言って参加してなくて授賞式の時にバイトを普通にしてたっていうのがあったらしいんですはい。でもそれぐらい頑張ったってことですよね、多分ね。最初ね全然漢字読めなかったし、みんなこんなにうまくディベートとかできてるのに、小論文書けるのに、私小論文の書き方すらわからないみたいな、そんな状況だったので、その高校生の私はだいぶ日本語頑張ったなって思うんですけれども、そんなこんなで、日本語を勉強してったわけですけど、並行していつか日本に行って養成所に通うとか、声優さんに向けて頑張るっていうんだったら、もう親はもう一切お金出さないって言うんで、それも私は「分かった」とかって言って、13歳からバイトを実は始めてて、でオーストラリアって親の許可があれば13歳からでも一応働けるんですよね。一番最初にやったバイトがマックでバイトして、朝お母さんに送ってもらってマックでバイトして、学校が始まる前の時間帯に終わって学校に行ってみたいなのを繰り返して、コツコツお金貯めつつ学校にも通いながら、学校に行って帰ってきたら日本語の勉強をするか、もしくはバイトするかっていうので、学生生活を過ごして、いたわけです。面白い写真とか動画とか見つけたらお見せしますね。でマックからバイト始まって、で徐々に大型スーパーっていうのかなっていうのでバイトしてから、もっと日本語を勉強したいっていうので、日本の雑貨を扱うお店で働い
たりとかで、最終的により日本語を勉強したいっていうので、日本風の居酒屋なんですけど、そこでバイトして日本語を勉強してたわけです。でそれを中学校から高校、大学入る時もそうだったんですけど、日本に行くまでずっとバイトしつつ、普通の学校に通いつつ、家帰ってきたらバイトか日本語かっていうのをやってて、夏休みとかもすごい話長くなって本当に申し訳ないんですけど、夏休みとかも友達とはあまり遊ばず、もう朝から夜までバイト入れて、で週6日とか働いてたのかな。で合間に、飲食店だから合間に 2,3 時間ぐらい休みが入るんですよ。でその 2,3 時間ぐらいの休みを使って、その休憩中のレストランの中で日本語の勉強をしてたっていう、すごいマニアックなことをしてたんですけど、そんなこんなでお金コツコツ貯めつつ日本語を勉強していって、だから結構頑張ってバイトとか学業を両立しながらコツコツお金を貯めていったわけなんですけれども、本当はね、高校を卒業してから日本に渡って声優に向かって突っ走ってこうって思ってたんですけど、その親はね嫌がるわけですよね。高校を卒業して大学にも行かずみたいな。で親とね、高校3年生の時にその進路についてめっちゃ大喧嘩して、で大学受験頑張って一応翻訳と通訳を学べる学科に合格したんですけど、それが第一志望じゃなくて第二志望の学科だったんですね。で第一志望は本当にもっと難しい別の学科だったんですけど、でも第二志望だったとしても結構いい点数だったし、結構いい大学に入れてたから、それでも別に満足はしてたし、そもそも高校卒業してすぐ日本に行きたいって思ってたから、その進路とかいろいろですっごい大喧嘩して、ちょっと日本の大学のシステムがどんな感じなのか分かんないんですけど、オーストラリアって中学3年生ぐらいから高校3年生ぐらいまでの間のテストとかレポートの成績と一番最後にやる最終試験で自分の最終点数が決まるんですね。だから日本みたいにセンター試験受けてその点数で大学入るか入らないかとかじゃなくて、中学3年生ぐらいからずっと成績レポートとか小テストとかも含むとかだったのかな。それによって自分のランクじゃないですけど、その成績が決まってって、で最終的にテストを受けて総合的な結果で入りたい学科に入れるか入れないかみたいなのが決まるんですけど、だからもう自分なりに頑張って第二志望に入ったんですけど、でもそれいろいろ喧嘩しちゃって、お母さんが高校卒業してすぐ日本に行くんじゃなくて、せめて大学1年は通ってほしいって言われて大学に通うことにしたんですけど、大学通いつつもバイトしつつも、オーストラリアの大学って本当に学校外でちゃんと勉強しないといい点数取れないんですよ。だからもう本当に疲れて、でもいい点数取れてたんですよ私、バイトしつつも。ただいろんな学科ビジネスとあと翻訳通訳みたいなのやってたんですけど、やっぱ違うなって思って、この同じ生活をあと3年4年続けるの違うなってなって、もう私すごい勘で働く人間だから、もう違うなって思った瞬間から、もうバイトを増やしの日本語の勉強により力を入れので大学1年目が進んでいくわけですけれども、大学1年目の後半頃にお母さんに日本に旅行に行きますって嘘ついて、東京でいろんな養成所のオーディションを受けてたっていうのをやっておりました。もういけない子ですよね本当にもう。で、やっぱりその住所が海外っていうのもあって、それだと受け入れられないですっていうところも多かったんですけど、運よく受かって養成所さんには来年から日本に住みますって言って日本行きが決まったわけです。でちなみにその親と大喧嘩した時はおじいちゃんとおばあちゃん家で年末年始を過ごしてた時に大喧嘩に発展して、で外雪降ってたんですけど、もう知らんっつってプチ家出をした思い出がありますで泣きながらね雪だるま作ってもう知らんっつってっていう懐かしい思い出がありました。でなんとその日本行きが決まりました。さあ日本に行くぞ。ここからがめちゃくちゃ大変だったんですね。私17歳で大学に入ってで、1年過ごして違うなってなって、で18歳で日本に渡ったんですけど、18歳だとまだ日本だと成人じゃないってことを知らなくて、家を借りれないわけですよ。マジかとかって思って
ででもしばらくホテル生活でもいいかなって思ってたんですけど、やっぱホテルって高いじゃないですか。で当時そのマンスリーマンションとかウィークリーマンションがあるのも知らなかったし、多分マンスリーとかウィークリーマンションとかでも未成年18歳の子には多分貸してくれないから、やばいどうしようみたいな、あれ来ても帰らないといけないのってなって、でしばらくホテル生活だったんですけど、もうさすがにこれが続くと資金が底をつくって思って何をしたかと言いますとLINE に入ってた知り合い全員に連絡して、誰か東京にいませんか、もし場所が空いててもう一人入れてもいいなら誰か居候させてくれませんかっていうのを連絡入れて、でいやもうすごいダメ元で日本にいるかな、ちょっと全員は嘘かもしれないですね。日本にいそうだなっていう子たちに連絡して、で一人私が子供の頃からすごく仲良くさせていただいてた子が横浜に住んでる、横浜っていうか横浜からちょっと外れたところなんですけど住んでて、オーストラリアから親が来た時用に2段ベッドになってる部屋のベッドが、それでもいいならいいよって言われてありがとうってなって、しばらくその子の家に居候させていただいたんですけれど、養成所の費用を払いながら、日本でバイトしつつ、なんかねちょっと東京から遠かったから交通費も結構かさみので、思ってたよりもやっぱその日本とオーストラリアの最低賃金が違うから、もう養成所の学費とかいろいろ払ってたら、やばい銀行の口座の残高底つきそうってなって、一時期135円ぐらいしか入ってなかった時期とかあってやばいですよね。でも今生活してるわけですから、なんとかねそこからコツコツまたやりくりしたわけなんですけれども、そんなこんなでいろいろありつつ、今日本で、この仕事をありがたくやらせていただいてるんですけれども、もうね久しぶりに会う人には日本語上手くなったねって言われるし、すごい仲いい子たちにはすごい会話がスムーズにいくようになったって言われたりもするし、だから今までその日本語とかの勉強いろいろ頑張ってよかったなって思うんですけれども、そんな感じで私はオーストラリアから日本に来たわけなんですけれども、どうでしょうかなんか面白い話ないかな。それこそ日本に来た当初は本当に片言で、養成所の先生にも本当に片言だよねって言われるぐらい片言だったんですよ。で漢字も読めないし、日本の養成所、声優の養成所ってその場で原稿用紙ペラ1枚渡されて、これをチェックしてなんか5分か10分後にみんなで1行ずつ読みますみたいな。当時本当に漢字ももう苦手で、振り仮名とかつけてないと本当にこの読み方なのか不安っていう時期がすごいあって、だからもう一番最初の行から私何行目を読まないといけないんだろうってもう先読みして自分の電子辞書を横に開いてやっていくんですけど、もうみんながどこで間取るとかどこでブレス取るとかチェックしてる間、もう全部漢字のチェックとかアクセントのチェックして、で読み方間に合わない時はじゃあ内田さんどうぞって言われて読み始めて、やばいこれ読めないってなって、隣の人に自分の番なんですよ、隣の人にこれってなんて読むんですかって言ってで教えてもらって原稿を読み続けたりとか、そういうのもありました。でも今はもうだいぶ読めるようになって、小説とかも普通に読めるし漫画とかも普通に読めるし、いや成長しましたよね。他にもなんか言い忘れてることとかあるかもしれないんですけど、それをぼちぼち思い出したらなんか配信とかね、別の動画とかでもお話ししようかなって思ってますということで、締め方がわからないこういうのってどうやって締めたらいいの。いつもさ Vlog 撮ってるから、なんかこういうなんか真剣な話しますよっていう動画の締め方がわからない。あれだ、この動画楽しいなって思ったらぜひ、チャンネル登録といいねを忘れなく。そしてまた次回の動画も楽しみにしていただければと思います。はいこれでいいよね。ということでまた次回お会いしましょう。バイバーイ。パピちゃん来る？やっぱバイバイって言うとパピちゃん来るんだね。ちょっとなんかロアのよだれがいっぱいついてますけど、見えるかなこれで。パピちゃんもカメラに向かってバイバイ。はい、ということでまた次回お会いしましょう。バイバイ。